皆さんごきげんよう、上川かーるです。今回取り上げる話題はウクライナの戦況解説です。ロシア軍の大本営発表で我が軍は大勝利を続けているという話が出ています。現在、ウクライナの東部戦線アウディーイウカに対する大規模な攻勢が行われているというのです。さて、これまでロシア軍は連戦連勝だという発表を去年から今年もずっと継続してきました。その割には占領した地域が徐々に奪還されている現状の中で、果たして今回の大勝利の報告というのは本当なのでしょうか？関連情報を集めてみました。どう判断するかはあなた次第ですが、私の感想としては、またロシアのプロパガンダかといった感想を持ちました。さて、それでは早速どのような状況が現地から伝えられてきているか、関連情報を見ていきましょう。まずは基本的な地理を見ていきましょう。こちらの地図は戦争研究所の発表しているもので、赤く塗られている部分が現在ロシア軍が占領しているウクライナの領土です。そして今回ロシア軍が大規模な攻勢を仕掛けていると発表したのが東部戦線2番の番号をつけているアウディーイウカです。なお、これまで東部戦線におけるロシア軍の攻勢としては1番のクピャンスクを目指す攻勢があったのですが、こちらの方は完全に失敗したようで、現在大きな動きはありません。ウクライナ軍による度重なる撃退によって多くの装甲車両などが失われ、今は小競り合いへと規模が縮小しています。東部戦線の小砲図、ロシア軍がアウディーイウカに対する攻勢を本格化させたと発表しました。今回の攻撃の一つの特徴は、戦車、歩兵戦闘車、装甲車両などの装甲戦力を集中させていることです。アウディーイウカの北バフムトにおける攻勢においては、ロシア軍は人海戦術を主に用いて、ウクライナ軍を最終的には町から追い出すことに成功しています。ただし、この時の人海戦術が成功した理由というのは、ロシア国内の囚人たちに対する面積を餌にして数万人規模の徴兵を実施することができたというのが背景にあります。囚人兵に対しては、生き延びれば無罪放免にしてやるという餌を差し出すことによって、無茶苦茶な人海戦術を実現してしまったのです。今回の攻勢は、歩兵によるそうした人海戦術ではなく、ロシア正規軍による力攻めとも言えるものです。ただし、戦いの第一原則である防御側が有利であるという条件が発動していますから、ロシア軍は多大な損害を出しています。東部戦線アウディーイウカにさらに地図を拡大したところです。アウディーイウカは去年からロシア軍が攻略を目指しているものの陥落していません。つまり、1年半以上持ちこたえている町です。そうした意味で、真正面からの攻撃ではこの町は落とせないと、ロシア軍も考え始めたのでしょう。今回の攻勢の一つの特徴は、町に対する真正面からの突撃ではなく、町の南北を前進することによって、町そのものを包囲する、それに伴う町の攻略です。現在、北と南両方に対して大規模な攻勢が仕掛けられていますが、戦争研究所は特に南側において、ロシア軍が高台を占拠し、この地域全般に対する影響力を高めるかどうかに注目しています。現在、ロシア側の軍事ブロガーらは、この町の南側において有利な場所を確保したというような話をしていますが、現地からの映像は上がってきていません。もう少しこのあたり実際どうなっているかについては、続報を待つ必要があるでしょう。しかし、大規模な攻勢が行われているということは事実のようで、ここ最近ロシア軍による装甲車両を用いた攻撃の映像というものが非常に増えました。これに伴ってウクライナの防衛戦といったものも発生しているわけで、ロシア軍の戦車が吹っ飛ぶ映像というのも非常に多くなっています。こちらの映像においては、ロシア軍の最新鋭戦車が対戦車ミサイルランチャーによって一撃で吹っ飛んだ場面です。こちらの映像はロシア軍の歩兵戦闘車が一撃を受けるところ。こちらは足回りが破壊されたのか動けなくなった戦車。乗員はもう中にいないかもしれませんが、とどめの一撃を行っています。こちらもロシア軍の歩兵戦闘車。真正面から応戦されて、乗員たちが命からがら逃げ出しています。こちらはロシア軍の装甲戦力の移動風景、仮設橋を用いて前進を果たそうとしたのですが、先頭の車両が仮設橋から横転、完全にひっくり返っています。おそらくはこの仮設橋の下は、小川が流れていると思われるので、この車両は水没したとみられます。続いての映像もロシア軍の戦車などがウクライナ軍陣地に向かっているところです。しかし、こちらもまたやはりウクライナ軍のドローンによって観測され、
砲撃が加えられているところです。通常砲弾だけではなくクラスター弾による攻撃なども加わって損傷した歩兵戦闘車から逃げ出した乗員らに対しても追い打ちがされています。こちらの映像もまたロシア軍の車列、ウクライナ軍の陣地に向かって進行しているわけですが、こちらもまたやはりウクライナ軍の応戦にあっています。多くの車両が失われている様子が見て取れます。このようにして連日のように大規模な攻勢といったものが仕掛けられているということ、それ自体は事実のようです。しかし、守っている方はドローンを使ってよく状況を観察し、それに合わせて砲撃隊と連携しています。攻勢を仕掛ける場合においては、非常に多くの戦力が必要なわけで、それに伴っての損失もどんどんと増えるというのが一つの特徴です。ロシア軍による大規模な攻勢といったものは実際に行われているようです。この点についてはおそらく嘘はないでしょう。しかし、その結果としてどれほどの戦力が失われたかについては諸説あり、一説においては、戦車、歩兵戦闘車、装甲車、それら合わせての損失数は100両を超えると試算している人もいます。映像の中の撃破されている数、それ自体では100両にはならないわけですが、それでも確認されているだけでも何十両という戦車や装甲車が失われているわけですから、ロシア軍の打撃は凄まじいものだと言えるでしょう。特にこの短期間にやられているという点についてです。しかし、戦争研究所の分析にもあるように、ロシア軍は少なくとも前進は果たしているようです。これは損害を乗り越えた先に少しでも前に出ているのであれば、ウクライナ軍はある程度後退を迫られていることを意味しています。そして、ここからが非常に大事なのですが、ロシア軍はバフムトにおける攻勢で人海戦術によって多くの兵士たちを失いました。しかし、そのことによってロシア軍の誰かが攻められたなどといった話はありません。彼らにとって大事なのは前進したかどうかです。損害がいくら出たかではありません。今回のアウディウイカ攻勢に対しても同様の基準が当てはめられるでしょう。多くの戦車や装甲車が失われ、それに伴って随伴する歩兵たちもたくさん亡くなってしまった。だからなんだというのがロシア軍の基本的な考え方です。アウディウイカに対する攻勢がこれが失敗に終わるかどうかは現段階ではわかりません。少なくとも現状ロシア軍は凄まじい損害を受けているというこの事実があるのが注目すべきポイントであると同時に、攻勢が途切れるかどうかはまたロシア軍の底力を試されることとなります。単純にこの後戦車がもうないというのであれば攻勢は失敗に終わりますし、まだまだ投入できるだけの兵力があるというのであれば、ウクライナ軍にとっては脅威であり続けるでしょう。映像にもあるように、どれだけの情報収集ができるか、ドローンがどれだけ供給され続けるのか、そして戦車をはじめとした大規模な攻勢に対して、ウクライナ軍の方に対戦車ミサイルがどれだけ供給されてくるか、そうした一つ一つの積み重ねが今後の戦況を左右することでしょう。少なくとも守っている方が有利であるというのは武器がしっかりと整っている状態だから言えることで、弾切れを起こしてしまえばウクライナ軍もさすがに後退せざるを得ません。今、国際情勢は非常に揺れ動いていて、他の解説動画でも挙げましたが、イスラエルの戦況はウクライナ支援にも多大な影響を与えます。アメリカはウクライナもイスラエルもどちらも両方満足できるほどに支援できるという話をしていますが、議会は紛糾しており、現在のペースでの軍事支援は残り2ヶ月程度しか続かないと言われています。その2ヶ月が過ぎる前に次の軍事支援の予算が議会で通るかは不透明なままです。とはいえ、軍事支援が継続中だということもあって、どのような支援が行われているか、そこも触れておきましょう。こちらの映像は対空戦車ゲパルトが弾幕を張っているところです。ゲパルトは主にロシア軍の長射程のドローンを撃墜するために現在用いられているところで、日常的な攻撃に対して機関砲が非常に重要だということを思い知らせています。また、ドイツがここ最近、パトリオットミサイルシステムとアイリスティ、さらには対空戦車ゲパルトの追加供与を発表していますから、とにかく今ドイツは防空能力を高める支援というものに重きを置いています。ドイツだけではなく他の国からも防空網を強化すべきだというような動きが続いています。こちらは防空用のユニットで大型の輸送車を用いていろんなところに設置することが可能です。おそらくは拠点防衛用に使うのに適したものなのでしょう。ここ最近ロシア側のドローンもイラン製のシャヘドだけではなくロシア自前の突撃ドローンについても
射程距離を伸ばしてより内側へとドローンを飛ばしてきていますから、これに対応するためにもより多くの機関砲が必要となっています。ちなみにミサイルであればそのようなドローンもどんどんと撃墜できるではないかと思われる方も多いでしょう。ミサイルはそうした意味では高性能で飛来するドローンを撃ち落とすには能力的には全く十分なのですが、同時に非常にコストが高いといった問題があります。お金が潤沢にあるのであればミサイルをどんどんと生産し、それによって飛来するドローンを全て撃ち落とすといったことも可能でしょう。しかし、現実問題それをやっていたらお金が全く足りないのが現実です。基本的な情報としてウクライナの国力1に対してロシア10であることを考えると、コストの安い兵器で迎撃するというのも現実的な手段として必要なわけです。なお、ウクライナに対しては従来からある兵器を主に供与されているわけですが、今後の未来についてのお話をすると、特に近距離の防空システムとしてはレーザー兵器が有望で、この分野においてはアメリカ、イスラエル、そして日本も開発を進めているところです。現在のレーザー兵器はまだまだ機関砲に比べると頼りないものであるものの、技術開発が進んでいけば、より射程の長い、より強力な、そして天候に左右されない防御兵器としての完成度を高めていくことができます。ただし、日本の場合だと自衛隊相手にだけしか作らないというのであれば、開発予算なども十分に得ることはできないでしょうから、私が以前言っているように世界市場を相手にして友好国に販売できるような体制といったものを支援することが大事でしょう。というわけで今回の動画はここまで。ロシア国防省大本営発表としては、ロシア軍は連戦連勝しているといったような話をしているわけですが、少なくとも現地から上がってくる映像などを見る限りにおいては、ロシア軍は防衛に徹しているウクライナ軍によって多大な犠牲を払っているその真っ最中であり、これをもってして連戦連勝だと言っているその神経を疑うというのが私の実感です。ただし、この動画を見ている人の中には、いやいやロシア軍にとってはこの程度の損害など全く何の痛みもない、これを損失と考えるなんて全く馬鹿げていると考える人もいるでしょう。そこはまさにどう評価するかは人それぞれという部分です。どんなに多くの戦車や装甲車、兵士が亡くなろうとも、ロシア国防省の言うことは正しいと考えるのであれば、今日もロシア軍は連戦連勝なのでしょう。あなたはどのように判断したでしょうか。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はチャンネル登録して、ぜひともこのチャンネルや動画を拡散してくれると嬉しいです。またスーパーチャットなどをしてくれると私の励みにもなりますので、思い出したかのようにスーパーチャットの機能を利用してくれると嬉しいです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。